あの戦争の反省、深く胸に。2025年8月15日、終戦80周年記念式典における石破首相の発言です。あなたはこの事実をどう受け止めますか？終戦から80年。石破茂首相は13年ぶりに痛切な反省を表明しました。この歴史的な言葉に世界から称賛の声が上がります。しかし、その同じ日、小泉進次郎大臣らが靖国神社を参拝。この行動が世界からの猛烈な批判を呼び起こし、国際社会は賛否の嵐に包まれました。平和への誓いと国内への配慮。この永遠に解決しないかに見える日本のジレンマ。終戦から80年経っても今なお続く毎年恒例の世界の反応、賛否ループ。この根深い問題に対し、この動画では最新の AI モデル GPT-5 とジェミニを直接対決させ、各省の賛否を徹底的に分析し、それぞれのプライドをかけた究極の改善案を提示します。体系的な制度改革で問題の根を断つと主張するチャット GPT。最新のテクノロジーで透明性を確保し、信頼を勝ち取ると主張する Google のジェミニ。そして最後の10章では中立の AI としてクラウド、ソナー、グロック、コーパイロット他の AI モデルチームが GPT-5 とジェミニの論点を総合的に考察し、究極の改善案を皆さんだけにお届けします。この動画は長尺で情報量も膨大です。しかし、この動画が終わる頃には、しがらみまみれのテレビや新聞では決して語られない AI ならではの具体的で、しがらみのない斬新な改善策を知り、この問題に対するあなたの見識は間違いなくアップデートされているはずです。果たして最新 AI 同士の知性のぶつかり合いはどんな未来を描き出すのか。そしてあなたはどんな未来を描き出すのか。歴史の分岐点に立つ日本のための AI とあなたとの頂上決戦、いよいよ開幕です。この動画は家事や通勤の合間にラジオのように聞くこともできます。また、本編に入る前にいいねとチャンネル登録をいただけるととても励みになります。応援よろしくお願いいたします。それでは本題の分析に入りましょう。第1章、歴史的転換点。石破首相13年ぶりの痛切な反省が世界に投げかけた波紋。物語の幕開けは2025年8月15日。終戦から80年を迎えたこの日、石破茂首相が政府主催の全国戦没者追悼式で発した一つの言葉でした。先の大戦から80年が経ちました。今では戦争を知らない世代が大多数となりました。戦争の惨禍を決して繰り返さない。進む道を二度と間違えない。あの戦争の反省と教訓を今改めて深く胸に刻まねばなりません。この反省という表現が式辞で使用されたのは2012年の野田首相以来、実に13年ぶりのことでした。しかし、この歴史的発言の直後から起きた現象は多くの人々の予想を超えていました。世界中の国際社会がまるで磁石の N 極と S 極のように真っ二つに分かれてしまったのです。海外の反応。称賛。発表直後、国際社会の一部からは、石破首相の痛切な反省復活を歓迎し、その意義を高く評価する声が相次ぎました。特に平和国家としての日本の姿勢を評価してきた層にとって、今回の発言は待望久しい進歩として受け止められました。海外の政治分析専門家の評価では、石破首相が平和への継続的コミットメントとしての意味を込めていると分析される傾向にありました。戦争の記憶を風化させることなく、次世代へと継承していく姿勢は、戦後日本の平和主義を象徴するものだと評価されました。この評価アプローチは、従来の政治的配慮から、真摯な平和への決意への明確な転換を示すものとして、高く評価されています。また、国際平和学の研究者からの反応も極めて肯定的でした。主要な平和研究機関は即座に今回の発言の意義を発表し、戦後80年の節目における平和国家としての決意表明として大きな期待を寄せる姿勢を示しました。これは単なる外交的習字ではなく、日本の平和主義の根幹に直結する重要な意思表示として国際平和コミュニティに認識されたことを意味しています。さらに注目すべきは、この称賛の根底にある価値観の変化です。これまでの日本の戦争関連の記念式典の多くが、
内向きの哀悼に主眼を置いていたのに対し、石破首相の発言は世界に向けた平和への誓いという点により強くフォーカスしていると評価されました。この国際性へのシフトこそが平和主義者や国際機関から熱狂的に支持された最大の理由と分析されています。海外の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。しかし、その称賛の陰で全く逆の感情がアジア諸国の一部から噴出していました。その批判の矛先は発言の内容ではなく、むしろ具体性の欠如という極めて実質的な一点に集中していました。韓国の外務省は即座に批判声明を発表しました。韓国外務省報道官は、日本の責任ある指導者らが再び靖国神社に献花や参拝を行ったことに深い失望と遺憾を表明すると述べ、日本の指導者らが歴史を直視し、歴史問題に対する謙虚な反省と真摯な謝罪を行動で示すよう求めると強く批判しました。中国からも厳しい反応が示されました。中国外務省の王毅外相は、歴史を正しく直視してこそ尊敬を得ることができ、歴史から教訓を汲み取ってこそより良い未来を探ることができると述べ、日本に対して正しい選択を求めました。彼らは技術的な言葉の選択や形式的な表現よりも、具体的なアジア諸国への直接的言及と実質的な謝罪措置を重視していたのです。この感情的な反発は、やがて外交ルートを通じた正式な抗議という具体的な政治行動へと発展しました。これは単なる歴史認識問題を超えて、現在進行形の外交関係に直接影響を与えるという前代未聞の展開でした。この現象の分析から浮かび上がるのは、戦後80年という節目において見過ごされがちな期待値のギャップの重要性です。日本国内では、反省という言葉の復活それ自体が大きな前進として評価される一方で、近隣アジア諸国では具体的な加害行為への直接的言及と、より踏み込んだ謝罪表現を期待していたという構造的な齟齬が露呈しました。さらに深刻なのは、この批判が示す言葉と行動の整合性への根本的な疑問です。痛切な反省を表明する一方で、同日に閣僚による靖国神社参拝が行われたという事実は、近隣諸国にとって日本政府の真意を疑わせる決定的な要因となりました。これは今後の日本外交における極めて重要な教訓となっています。ここに最新 GPT-5 とジェミニがそれぞれのプライドをかけ、全く異なるアプローチで究極の改善案を提示します。いよいよ直接対決です。改善のポイントとは、GPT-5 の提言。石破首相の歴史的発言が引き起こした世界的な賛否の衝突から導き出される最も重要な改善ポイントは、形式的な言葉の選択と実質的な政策行動の統合的調和の確立です。この課題を解決するための具体的な改善策として、以下の3つのアクションプランを提言します。1、一貫性確保システムの導入です。政府全体で歴史認識に関する発言と行動の整合性を事前に検証し、矛盾を防ぐメカニズムを確立する必要があります。これには首相発言と閣僚行動の事前調整、外務省による近隣諸国への事前説明、そして国際社会への明確なメッセージ発信が含まれます。具体的には8月15日、行動指針の策定により、政府高官の行動を統一的に管理し、混乱したメッセージの発信を避ける仕組みを構築する必要があります。2、段階的信頼醸成プロセスの制度化です。一度の発言や行動で全ての問題を解決しようとするのではなく、継続的で段階的な信頼構築を図る長期戦略を採用します。これには定期的な多国間対話の設定、共同歴史研究プロジェクトの推進、そして文化学術交流の拡充が含まれます。また、歴史認識改善ロードマップを策定し、具体的な目標とスケジュールを設定することで着実な進展を可視化します。3、多層的コミュニケーション戦略の構築です。政府間外交だけでなく、市民社会、学術界、経済界を含む多様なチャンネルを通じた重層的な対話を促進します。これには非政府組織による歴史対話、企業間の社会的責任プロジェクト、そして青少年交流プログラムの充実が含まれます。これらの統合アプローチにより、単発的な政治的発言に依存するのではなく、社会全体で持続可能な歴史和解を実現する道筋が見えてくるのではないでしょうか。
形式と実質の調和を実現し、真の信頼関係構築に向けた着実な歩みへの転換こそが、戦後80年の日本外交に求められる最大の課題なのです。改善のポイント。ジェミニの提言。GPT-5 が提言する制度による解決は、あまりに時間がかかり、政治的思惑で形骸化するリスクを伴います。問題の核心は、不信感と誤解です。ならば、その発生源をテクノロジーで断つべきです。最も重要な改善ポイントは、テクノロジーによる徹底的な透明性の確保と意図の事前証明です。この課題に対し、以下の3つの技術的アクションプランを提言します。1、リアルタイム、外交リスク分析システムの導入です。閣僚の靖国参拝のような行動が、国際的なニュースや SNS でどう受け止められ、どれほどの批判を招く可能性があるか。それを AI がリアルタイムでシミュレーションし、外交的炎上指数として可視化します。行動の前にリスクを客観的なデータで示すことで、感情論や国内政治の力学に流されない冷静な判断を促します。2、多言語コンテキスト AI 発信プラットフォームの構築です。首相の反省という言葉がなぜ海外で誤解されるのか。それは文化的背景コンテキストが伝わらないからです。このプラットフォームは政府の重要発言を単に翻訳するだけでなく、日本では反省という言葉に謝罪と未来への誓いの両方の意味が込められているといった文化的背景の注釈を AI が自動生成し、多言語で同時に発信、意図せざる誤解を技術的に防ぎます。3、ブロックチェーンによる行動と意図の証明書発行です。言葉と行動が違うという批判に終止符を打ちます。閣僚が靖国神社を参拝する際は、その目的が軍国主義の賛美ではなく、純粋な戦没者追悼と平和への祈りであるという公式な意思表明を改ざん不可能なブロックチェーン上に行動証明書として記録公開します。これにより言葉だけでなく、その背景にある意図までもが客観的な証拠として世界と共有されるのです。第1章まとめ。第1章の改善案が出揃いました。GPT-5 は政府内に行動指針や対話の場といったぶれない仕組みを作り、長期的な安定を目指す重厚な制度論を提言しました。対するジェミニは AI によるリスク分析やブロックチェーンといった最新技術で外交の透明性を極限まで高め、不信感そのものを払拭しようとする俊敏なテクノロジー論を提言してきました。組織のルールを変えるべきか、情報の見せ方を変えるべきか。あなたはどちらのアプローチがこの根深い問題を解決に導くと思いますか？さて、ここからがこの問題の核心です。石破首相の痛切な反省という言葉が投げかけた波紋はここで終わりません。次章ではこの発言をより積極的に評価し、平和への継続的コミットメントを称賛する国際世論の詳細な分析に迫っていきます。第2章、称賛の声。平和への継続的コミットメントを評価する国際世論。石破首相の歴史的発言への称賛の声は、世界の平和研究コミュニティと進歩的な国際機関からまさに歓迎の嵐として巻き起こりました。彼らはこの13年ぶりの反省復活に日本の平和主義の新たな局面を見出していたのです。海外の反応。称賛。海外の平和研究機関からの称賛は主に3つの観点に集約されます。第1は戦後日本の平和主義の継続性に対する評価です。各国の平和研究者の分析記事では、石破首相が戦争の悲劇を二度と繰り返さないという日本の基本姿勢を明確に示したと評価されています。特に憲法9条の平和主義に基づく外交姿勢の分野では、単なる形式的な追悼にとどまらず、現代の国際情勢における平和構築の決意を示したことが、熟練外交官に匹敵する姿勢として分析されています。この進歩は、国際平和の理念を大きく前進させる可能性を秘めているとして、平和学コミュニティから高く評価されています。各軍縮分野での評価も顕著です。広島、長崎の被爆体験を持つ日本が戦争の反省を明確に表明することで、核兵器廃絶と平和構築において従来の立場を上回る説得力を持つ成果が期待されています。これは国際的な平和教育分野での活用可能性を大きく広げるものとして、平和教育研究者から注目を集めています。第2の称賛ポイントは国際協調主義の明確な表明です。
従来の日本の戦争追悼が国内向けの哀悼という側面を強く持っていたのに対し、石破首相は明確に世界平和への貢献として位置づけました。戦争の教訓を国際社会で共有し、地球規模の平和構築に貢献するという姿勢がその象徴です。このグローバル思考のアプローチは国際機関から画期的進歩として評価されています。技術者だけでなく、あらゆる国の人々が戦争の悲劇から学ぶことができる普遍的メッセージの発信として海外メディアは分析しています。第3に、次世代への継承責任の強調が高く評価されています。石破首相は発表と同時に、戦争を知らない世代が大多数となった現実を踏まえ、記憶と教訓の継承の重要性を強調しました。歴史の風化に対する危機意識、平和教育の充実、そして国際的な記憶継承活動への参加など、従来は一般論に止まっていた課題の具体化が実現されています。この次世代重視の姿勢こそが、教育関係者や青少年団体から熱烈な支持を集めた根本的理由です。海外の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。しかし、この平和主義への称賛に対し、一部の戦略研究専門家や地政学アナリストからは、より冷静で批判的な視点も提示されています。その批判の核心は、理想的な平和主義と現実的な安全保障政策との整合性という点にあります。第1の批判は、政策の一貫性に関するものです。現在の日本は防衛力強化を進める一方で、平和主義を強調するという二重のメッセージを発しているという指摘です。海外の軍事アナリストの中には、反撃能力保有や防衛予算増額といった安全保障政策と痛切な反省という平和的メッセージとの間の論理的整合性について疑問を表明する者もいます。この政策的矛盾が日本の真意を見極めることを困難にし、予期せぬ外交的混乱を生む危険性を警告する専門家も存在します。第2に、実効性への疑問という問題が指摘されています。石破首相が表明した平和への決意が具体的にどのような政策として実現されるかが不明瞭であるという懸念です。一部の政策研究者は、言葉による平和表明が政治的パフォーマンスに止まり、実際の外交安全保障政策には反映されない可能性を危惧しています。また、近隣諸国との関係改善において、発言だけでは不十分であり、具体的な行動が伴わなければ、信頼醸成は困難だという見解も示されています。第3に、国内政治への配慮という構造的制約が論じられています。海外の日本政治専門家は、石破首相の平和主義的発言が国内の保守勢力からの圧力により、将来的に後退する可能性を指摘しています。理念的進歩と政治的制約の間にギャップが生じているという構造的問題が指摘されています。これらの批判から学ぶべき重要な改善ポイントは、平和主義の理念と現実政策の統合、そして持続可能な平和外交戦略の構築です。平和へのメッセージと防衛力強化という現実。この二重のメッセージと見られかねない矛盾。この極めて現代的な課題に両 AI はどう切り込むのでしょうか。まずは、精度論の GPT-5 から提言してもらいます。改善のポイント。GPT-5 の提言、称賛と批判の両方の視点から見えてくる最も重要な改善ポイントは、理念的平和主義と実践的外交政策を有機的に統合する新しい平和戦略の確立です。この課題に対する具体的なアクションプランとして以下を提言します。1、平和外交統合戦略の構築です。平和主義の理念を外交安全保障政策の具体的な行動指針として体系化します。これには平和構築における日本の比較優位の明確化、国際機関との連携強化による平和プロジェクトの推進、そして地域紛争の予防解決に向けた日本独自の貢献策の開発が含まれます。この統合戦略により、抽象的な平和理念を具体的な外交成果に転換することが可能になります。また、平和外交評価指標を設定し、日本の平和貢献を定量的定性的に測定する仕組みを確立します。2、政策一貫性確保メカニズムの制度化です。安全保障政策と平和外交の調和を図る省庁横断的な調整システムを構築します。
これには国家安全保障会議における平和外交専門部会の設置、防衛政策と平和政策の事前整合性チェック、そして国際社会への明確で一貫したメッセージ発信体制の確立が含まれます。さらに政策説明責任システムも重要な要素です。防衛力強化と平和主義の両立について国民と国際社会に対する丁寧な説明と対話を継続的に行う制度を整備します。3. 持続可能平和プラットフォームの創設です。政治的変動に左右されない長期的で安定した平和推進体制を構築します。これには超党派による平和外交委員会の設置、市民社会学術会経済界との連携による平和推進ネットワークの構築、そして次世代への平和教育交流プログラムの制度化が含まれます。また、平和外交継続性保障システムにより、政権交代があっても基本的な平和政策が維持される仕組みを確立します。改善のポイント。ジェミニの提言。GPT-5 の提言する省庁横断システムやプラットフォームは理想的ですが、あまりに複雑で時間がかかりすぎます。二重のメッセージという批判は行動の意図が不透明だからこそ生まれるのです。ならば、その意図をテクノロジーで証明すればいい。私が提言する改善ポイントは、平和貢献の可視化と防衛政策の連動です。具体的なプランは3つあります。1、平和貢献版、ふるさと納税システムの創設です。国民が防衛予算の一部を具体的な平和貢献プロジェクトに直接投票できるシステムを構築します。例えば、ウクライナのインフラ復旧支援、アフリカの食料安全保障といったプロジェクトを防衛省が提示し、国民が支持するプロジェクトに資金が重点的に配分される。これにより、防衛力強化が国民の総意に基づく世界への貢献と直結していることを国内外に示します。2. ODA 防衛装備のトレーサビリティシステムの導入です。日本が供与した人道支援物資や非殺傷性の防衛装備品がどの地域でどのように平和維持に役立っているかを GPS や IoT センサー、衛星画像を活用してリアルタイムで追跡し、その成果をウェブサイトで公開します。日本の支援が単なる支出ではなく、現地の平和と安定にいかに貢献しているかをデータで証明します。3. 平和構築 AI シミュレーターの開発と公開です。日本の防衛力強化が東アジア地域の安定にどう寄与するのか、あるいはどのようなリスクを生むのか、様々なパラメータを入力し、未来の国際情勢をシミュレーションできる AI ツールを一般公開します。これにより、防衛政策に関する議論を感情論や憶測ではなく、データに基づいた未来予測の上で行う文化を醸成します。第2章、まとめ。二重のメッセージという矛盾に対し GPT-5 は政府内に平和外交専門部会などの組織を作って調整する制度論を提言しました。一方ジェミニは防衛予算と平和貢献を国民が直接結びつけるシステムや支援の効果をデータで見せる技術論で対抗しました。トップダウンの制度改革か国民参加型の技術的証明か。しかし、この議論が白熱する一方で、アジア諸国からの視線は、より厳しさを増していました。次章では、その批判の革新、歴史認識の不十分さという問題に深く切り込んでいきます。第3章、厳しい批判。歴史認識の不十分さを指摘するアジア諸国の反応。石破首相の痛切な反省表明からわずか数時間後、アジア諸国からは予想を上回る規模の厳しい批判が噴出しました。彼らの反応は単なる政治的な不満を超えて戦後80年間の日本との関係そのものを問い直す深刻な抗議となったのです。海外の反応、批判。韓国政府の反応は迅速かつ厳格でした。韓国外務省は即座に報道官談話を発表し、日本の責任ある指導者らが再び靖国神社への献花や参拝を行ったことに対し深い失望と遺憾を表明すると強く非難しました。韓国外務省報道官のリザイユー・イジェウン氏は日本の指導者らが歴史を直視し、歴史問題に対する謙虚な反省と真摯な謝罪を行動で示すよう求める。これが両国の相互信頼に基づいた未来志向的な関係発展の重要な土台になると述べました。韓国メディアの分析はさらに手厳しいものでした。
韓国の主要紙毎日経済新聞は、日本の首相が戦没者追悼の辞で13年ぶりに反省に言及したが、植民地として支配した隣国に対する真の反省の意味として評価することは困難と論評しました。この分析は、石破首相の発言が侵略や加害という表現を避けており、アジア諸国への直接的な言及がなかった点を厳しく批判しています。中国からの反応は、より包括的で組織的でした。中国外務省の王毅外相は、80年前の日本の無条件降伏を受けて、歴史を正しく直視してこそ、尊敬を得ることができ、歴史から教訓を汲み取ってこそ、より良い未来を探ることができる。過去を明記してこそ、再び間違った道を歩まずに済むと述べ、日本に対して正しい選択をするよう求めました。中国国防部報道官の江武史高賓氏は、より直接的な批判を展開しました。日本ファシストが犯した凶悪な犯罪と世界の人々に与えた計り知れない苦難について、アメリカ人を含めてアメリカ側はこの歴史に対して健忘症になったようだと述べ、アメリカの対日姿勢をも批判の対象に含めました。特に注目すべきは、中国メディアが歴史修正主義への警戒という文脈で日本を批判している点です。中国の国営メディアは今日に至るまで、日本の一部勢力は依然として侵略を美化し、歴史を否認し、歪曲し、捏造し、さらには戦争犯罪者の名誉回復を図ろうとしていると報じ、こうした行為を卑劣で自滅的と断じました。海外の反応。称賛。しかし、この厳しい批判を詳細に分析すると、アジア諸国の反応には建設的な側面も含まれていることが見えてきます。それは単なる感情的な反発ではなく、より良い日本との関係を希求する期待の表れとして理解できる部分です。韓国の政治学者や国際関係専門家の中には、石破首相の反省表明それ自体を一定程度評価する声もありました。韓国の大統領室高官は、匿名を条件に石破首相の発言に注目している。両国が信頼を構築し、より緊密な関係への道筋を続けて努力することが、より良い未来と我々の共同利益にかなうだろうと述べています。これは批判の背後に、日本がより踏み込んだ歴史認識を示すことへの期待が存在していることを示しています。中国の学術界からも冷静な分析が提示されています。中国の国際関係研究機関の一部では、反省という言葉の復活は、日本国内における歴史認識の変化を示す兆候として注目に値するという見解も示されています。ただし、これらの評価も今後の具体的行動を条件としており、言葉だけでは不十分だという基本姿勢は変わっていません。また、東南アジア諸国の反応はより複雑なものでした。ASEAN 諸国の中には、日本の経済協力や開発支援を高く評価する一方で、歴史認識問題については慎重な距離を置く国々が存在します。これらの国々からは公式な批判は控えられている一方で、二国間の非公式チャンネルを通じて、より包括的な歴史対話への期待が表明されているという情報もあります。具体性のない反省と行動の伴わない言葉への不信感。この批判の裏にある、より良い関係への期待に、どう応えるべきか。ここでも、両 AI の意見は、鋭く対立します。まずは、GPT-5 の提言です。改善のポイント。GPT-5 の提言、アジア諸国からの厳しい批判と隠れた期待を総合的に分析した結果、導き出される最も重要な改善ポイントは、形式的な言葉の選択を超えた実質的で持続的な歴史対話システムの構築です。この目標を実現するための具体的なアクションプランとして以下を提言します。1、多層的歴史対話プラットフォームの設立です。政府間外交だけでなく、学術界、市民社会、経済界を含む多様なレベルでの継続的な対話の場を制度化します。これには日中間共同歴史研究委員会の機能拡充、民間レベルでの歴史認識フォーラムの定期開催、そして青少年の相互理解促進プログラムの大幅な拡大が含まれます。政府レベルでの政治的制約を民間レベルの建設的対話で補完することで、より柔軟で実質的な相互理解を促進することが可能になります。2、具体的行動による信頼醸成戦略の実行です。言葉による表明と並行して、目に見える具体的な行動を通じた信頼関係の構築を図ります。
これには共同の戦争記念施設の建設検討、アジア平和基金の拡充による実質的貢献、そして歴史教育における相互理解促進プログラムの共同開発が含まれます。また、歴史認識改善ロードマップを策定し、段階的で測定可能な目標を設定することで、着実な進展を可視化します。3、文脈共有システムの確立です。単一の歴史解釈を押し付けるのではなく、異なる視点や経験を相互に理解し、共存させる仕組みを構築します。これには多角的な歴史教材の共同開発、被害者証言の保存共有プロジェクト、そして次世代による新たな歴史理解の創造支援が含まれます。対立から対話へ、排除から包摂へのパラダイム転換により、歴史認識を分裂の原因から協力の基盤へと変化させることが可能になります。改善のポイント。ジェミニの提言。対話の場を作っても、議論の土台が共有されていなければ、同じことの繰り返しです。批判の根底にある事実認識のズレと感情的な反発をテクノロジーで分離して対処すべきです。私が提言する改善ポイントは、データ駆動型の歴史対話と感情分析の導入です。1、ブロックチェーンによる共同歴史ファクトブックの構築です。日中間の研究者が協力し、両国が事実として合意できる歴史的出来事、例、特定の戦闘の日時、会議の議事録などを改ざん不可能なブロックチェーン上に記録していきます。合意できない解釈の部分は明確に留保し、どこまでが共通の事実で、どこからが解釈の違いなのかを可視化します。これにより、不毛な事実論争を終わらせ、本質的な議論に集中させます。2、歴史教科書、比較分析 AI ツールの共同開発です。日中間の歴史教科書を AI に読み込ませ、同じ出来事について各国の記述がどう違うのかを客観的に比較分析する教育ツールを開発し、両国の生徒に提供します。自国の視点だけでなく、他国がどう教えているかを知ることで、違いを非難するのではなく、なぜ違うのかを考える力を養い、相互理解を促します。3、リアルタイム国際世論感情分析システムの政府導入です。歴史問題に関する日本の発言が海外でどのように報じられ、どのような感情怒り、悲しみ、期待などを引き起こしているかを AI がリアルタイムで分析し、外務省にレポーティングします。これにより、相手国の期待値や感情の機微をデータに基づいて把握し、より的確で効果的なメッセージ発信を可能にします。第3章、まとめ。アジア諸国との歴史認識の溝に対し GPT-5 は共同研究や交流といった人間同士の対話を継続する制度づくりを提言しました。それに対しジェミニはブロックチェーンで事実を確定させ AI で感情を分析するというテクノロジーによる対話の前提づくりを提言しました。しかしこれらの議論を根底から揺るがす最大の火種が残っています。そう、靖国神社の問題です。次章ではこの最もセンシティブなテーマに両 AI がどう切り込むのか、その核心に迫ります。第4章、靖国参拝問題の再燃。小泉農僧らの参拝が引き起こした外交摩擦。2025年8月15日午前8時頃、石破首相が痛切な反省を表明したその日、東京九段北の靖国神社には複数の政府高官の姿がありました。この参拝がせっかく国際的に評価されつつあった石破首相の平和メッセージを一気に複雑化させることになったのです。小泉進次郎農林水産大臣が靖国神社を参拝したのは午前8時前でした。石破内閣の閣僚として終戦の日に靖国神社を参拝したのは小泉大臣が初めてでした。小泉大臣は神奈川新聞社の取材に対し、参拝は毎年のこと。どの国であっても国のために命を捧げた方々に対する礼を忘れることはないという思いだと語りました。続いて加藤勝信財務大臣も個別に参拝を行い、石破内閣で複数の閣僚が同日に参拝するという異例の事態となりました。海外の反応、批判。この靖国参拝に対する国際的な反応は石破首相の反省表明への評価を一瞬で覆すほど激烈なものでした。韓国外務省の反応は即座でした。韓国外務省は声明で、戦争侵略を美化し、戦犯を合祀した靖国神社に対し、日本の責任ある指導者らが再び献花参拝したことに深い失望と遺憾を表すると厳しく批判しました。
韓国は8月15日を光復節解放記念日として植民地支配からの解放を祝う国民の祝日としており、この日の靖国参拝は特に敏感な問題として受け止められています。中国の反応はより組織的で包括的でした。中国外務省は強い不満を表明し、歴史的正義と人類の良心に対する露骨な挑発と激しく非難しました。在日中国大使館は、日本の政治家が靖国神社を参拝したことについて、日本の侵略の歴史に対する間違った態度を反映していると批判した上で、靖国神社参拝は、日本の軍国主義の亡霊が今もなお残っていることを反映していると指摘しました。さらに、日本は侵略の歴史を直視し、反省すべきで、具体的な行動を通じて、アジア近隣諸国と国際社会の信頼を獲得するよう求めました。中国国営メディアの新華社通信は、このような参拝は、地域の信頼と和解が必要な時に誤ったシグナルを送っていると報道し、日本の歴史に対する責任感の欠如を厳しく批判しました。国際社会の一部からも懸念の声が上がりました。靖国神社には第二次世界大戦中の永久戦犯14人が合祀されており、これが軍国主義の象徴として近隣諸国から強く問題視されています。特に注目すべきは、これらの批判が単なる儀式的な抗議にとどまらず、具体的な外交行動に発展したことです。韓国は駐日韓国大使館を通じて日本政府に対し正式な抗議を行い、中国も外交ルートを通じて強い不満と断固とした反対を表明しました。海外の反応、称賛。しかし、この靖国参拝問題を多角的に分析すると、国際社会の反応は必ずしも一様ではないことも見えてきます。一部の国際政治学者や宗教研究者の間では、参拝の宗教的側面と政治的側面を分離して考察すべきだという冷静な分析も提示されています。アメリカの一部の日本研究者は、戦没者への哀悼という宗教的行為と軍国主義の賛美という政治的メッセージを明確に区別する必要があると指摘しています。彼らは日本の政治家が参拝時に示す個人的な平和への祈りや二度と戦争を起こさないという決意表明を参拝行為の本質的な意味として評価すべきだと主張しています。また、宗教的多様性の観点から異なる宗教的伝統における戦没者慰霊の意味を尊重すべきだという議論も存在します。一部の国際宗教学者は、神道における慰霊の概念が西欧キリスト教圏の戦争記念とは異なる文化的文脈を持つことを指摘し、文化的相対主義の観点から参拝行為を理解する必要があると論じています。さらに、日本国内の世論調査では、靖国参拝に対する支持も一定程度存在しているという現実もあります。これらの国内支持は、戦没者への感謝国のために命を捧げた人々への敬意という純粋な哀悼の気持ちから生まれており、政治的意図とは別次元の感情として理解すべきだという分析もあります。個人の哀悼の意図、国際社会への政治的メッセージ。この2つが分かちがたく結びついてしまっているのが、靖国問題の根深さです。この究極の難問に、両 AI はどのような分離を試みるのか。GPT-5 の提言から見ていきましょう。改善のポイント。GPT-5 の提言、靖国参拝問題が引き起こした複雑な国際的反応から導き出される最も重要な改善ポイントは、宗教的哀悼と政治的メッセージの明確な分離システムの確立です。この困難な課題に対する具体的なアクションプランとして以下を提言します。1、代替慰霊システムの構築です。靖国神社以外のより中立的で包摂的な戦没者慰霊の場を整備活用します。これには、千鳥ヶ淵戦没者墓苑の機能拡充と国際化、無宗教の国立追悼施設の建設検討、そして海外での戦没者慰霊活動の体系化が含まれます。政府高官が公式に利用できる政治的論争を避けた慰霊の場を提供することで、純粋な哀悼の気持ちと政治的メッセージを分離することが可能になります。2、文脈説明強化戦略の実行です。靖国参拝を行う際には、その意図と文脈を国際社会に対して明確に説明するシステムを確立します。これには、参拝前の事前説明、参拝時の明確なメッセージ発信、そして参拝後の丁寧な意図説明が含まれます。平和への祈り、戦争への反対、軍国主義への否定を明確に表明することで、誤解や曲解を最小限に抑えることができます。
また、参拝ガイドラインを策定し、政府高官の参拝時における統一的な姿勢を確立します。3、多元的慰霊文化の推進です。日本独自の慰霊文化を維持しながらも、国際的な理解と協調を図る新しい慰霊の在り方を創造します。これには、近隣諸国との共同慰霊プロジェクトの推進、国際的な平和記念活動への積極参加、そして多様な文化的背景を持つ人々との相互理解促進が含まれます。日本的な慰霊から普遍的な平和への祈りへの発展により、文化的独自性を保持しながら、国際協調を実現することが可能になります。改善のポイント。ジェミニの提言。新しい施設を建設するという GPT-5 の提言は実現までに数十年を要し、それ自体が新たな国内対立の火種になりかねません。問題は場所ではなく、参拝という行為が外部からどう見えるかです。ならば、その行為の意味そのものをテクノロジーで再定義すればいい。私が提言する改善ポイントは、参拝プロセスの DX 化による意図の証明です。1、スマート参拝ゲートの導入です。靖国神社の鳥居の前に多言語対応のデジタルサイネージを設置します。参拝する政治家は、まず政府発行のマイナンバーカードで本人認証を行います。認証後、私は永久戦犯を防止する現状を肯定しません。私の参拝は、すべての戦争犠牲者への追悼と恒久平和への祈りを目的としますといった複数の宣誓項目が画面に表示され、これらすべてに同意のチェックを入れなければゲートを通過できない仕組みを導入します。2、パーソナルピースステートメントのブロックチェーン記録です。ゲートでチェックされた宣誓内容は個人の平和宣言として改ざん不可能なブロックチェーン上に永久に記録され QR コードで全世界に公開されます。海外メディアや他国の政府は誰がいつどのような宣誓をして参拝したかをいつでも客観的なデータとして確認できます。3、AI による参拝意図スコアリングの公表です。参拝者がどのような宣誓項目にチェックを入れたか、過去にどのような発言をしてきたかを AI が総合的に分析し、平和思考スコアとして数値化し、ウェブサイトで公開します。これにより、口では平和と言いながらという批判をデータで封じ、行動の一貫性を客観的に証明します。参拝という行為を個人の内面の問題から世界に対して説明責任を負う透明な行為へとテクノロジーの力で変革するのです。第4章まとめ。靖国問題という最大の難問に対し GPT-5 は追悼の場所を物理的に分けるという王道かつ壮大な制度論を提言しました。一方ジェミニは参拝という行為そのものを DX 化し個人の意図をデータで証明するという大胆不敵なテクノロジー論で真っ向から勝負を挑みました。国家事業として新しい施設を作るべきか、既存の場所での作法をテクノロジーで変えるべきか。この議論の根底には、実は地域によって全く異なる歴史への視点が存在します。次章では、なぜアジアと欧米でこれほどまでに反応の温度差が生まれるのか、その深層構造を解き明かしていきます。第5章、地域で分かれる温度差。中国、韓国 vs 欧米諸国の異なる視点。終戦80周年を迎えた日本の歴史認識問題に対する世界の反応は、地域によって驚くほど大きな温度差を見せました。同一の出来事をめぐって、なぜこれほど異なる評価が生まれるのか。その背景にある文化的歴史的要因を詳細に分析していきます。海外の反応。アジア地域の厳格な反応。中国と韓国の反応は予想以上に組織的で一貫したものでした。中国外務省の王毅外相は80年前、日本の軍国主義者が発動した侵略戦争は中国とアジアの人民に深い災難をもたらし、日本の人民も深くその傷を負っていると述べ、包括的な歴史認識を示しました。王毅外相はさらに、今に至っても日本の一部の勢力が侵略を美化し、歴史を歪め、書き換えようとしている。こうした行為は恥ずべきもので、自らを貶めるものだと強く批判した上で、歴史を直視してこそ尊重される。日本が正しい選択をするよう求めると断じました。この反応は中国の戦略的忍耐の表れです。巨大な経済力を背景とした中国が外交的圧力をより効果的に行使できる現実的な実力を示しています。韓国の反応も同様に組織的でした。
韓国大統領府の高官は匿名を条件に石破首相の発言に注意を払っているとしながらも、両国の信頼を損なわないよう日本の責任ある指導者らが痛苦な歴史を直視し努力を示すことが共同の利益に合致すると述べ、具体的な行動変化を求めました。韓国のイ・ジェミョン大統領も光復節記念式典で日本を不可欠なパートナーと評価しながらも、歴史問題における日本のさらなる努力を暗に求める複雑なメッセージを発信しました。この地域の反応の特徴は集団記憶の政治化です。植民地支配や戦争被害の記憶が現代の政治的正当性と直接結びついている構造的要因が存在しています。海外の反応。欧米諸国の相対的冷静さ。一方、欧米諸国の反応は相対的に冷静で分析的でした。ドイツの戦後80周年記念行事では、フランク・バルターシュタインマイヤー大統領が、我々は皆5月8日の子供たちである。我々の自由を守ろう。我々の民主主義を守ろう、と述べ、過去の反省よりも未来への責任を強調しました。ドイツの新外務大臣ユハン・バーゲフル氏は、5月8日のような日は我々の歴史を形作ったと述べつつ、我々の自由は連合軍のイノーマス犠牲の結果であった。そのために我々は永遠に感謝していると表明し、過去への感謝と未来への責任のバランスを取った姿勢を示しました。アメリカからは公式な政府コメントは限定的でしたが、学術界からは興味深い分析が提示されました。アメリカの一部政治学者は、日本の歴史認識問題は本質的にアジア地域の問題であり、太平洋を挟んだアメリカにとっては安全保障協力への実質的影響の有無が重要という実利的な見方を示しています。また、一部のアメリカの日本研究者は、石破首相の反省復活は、対中戦略における日本の価値観外交強化の表れとして、戦略的文脈で評価する分析も見られます。イスラエルのイツハク・ヘルツォーク大統領は、我々はゾアの前では決して沈黙してはならないと述べ、反ユダヤ主義の台頭を警告しながら、歴史の教訓を普遍的価値として捉える姿勢を示しました。海外の反応。賞賛。欧米諸国からの比較的冷静な反応は、実は重要な建設的示唆を含んでいます。それは、歴史問題の現代的意義をどう捉えるかという根本的な視点の違いです。ドイツの戦後和解プロセスが国際的に高く評価される理由の一つは、過去への反省と未来への責任をバランスよく統合した点にあります。ドイツのシュタインマイヤー大統領の発言は、この統合的アプローチの成熟を示しています。アメリカの一部の外交専門家は、日本とドイツの戦後処理の違いを分析的に比較しています。彼らはドイツが欧州統合というより大きな政治プロジェクトの中で歴史和解を実現したのに対し、日本はそうした包摂的な地域統合の枠組みが欠如している点を指摘し、これが歴史問題の長期化要因だと分析しています。フランスの国際関係研究機関からは、歴史和解のモデルの多様性という興味深い視点が提示されています。彼らはフランス・ドイツ和解、フランス・アルジェリア関係、そして東欧諸国との和解などの多様な経験を踏まえ、一律の和解モデルは存在しないが、継続的対話と相互理解の重要性は普遍的だという結論を導いています。アジアの感情と欧米の論理。この埋め難い温度差をどう乗り越えるべきか。それぞれの地域に合わせたアプローチが必要だと説く GPT-5 とテクノロジーで認識の差そのものを埋めようとするジェミニ両者の提言をご覧ください。改善のポイント。 GPT-5 の提言。世界各地域の多様な反応から導き出される最も重要な改善ポイントは、地域特性を踏まえた多層的歴史外交戦略の確立です。この課題に対する具体的なアクションプランとして以下を提言します。1、地域別カスタマイズ外交の展開です。アジア、欧米、その他の地域それぞれの歴史的文脈と期待に応じた差別化されたアプローチを採用します。アジア地域に対しては、具体的な和解行動と継続的対話を重視した実質的アプローチを、欧米地域に対しては、普遍的価値観と戦略的協力を軸とした未来志向的アプローチを展開します。これにより、画一的な対応による誤解や摩擦を回避し、各地域の特性に適した効果的な歴史外交を実現することができます。2、多国間歴史対話プラットフォームの創設です。
二国間の対立構造を超えて多国間での建設的な歴史対話を促進する新しい枠組みを構築します。これにはアジア平和フォーラム、太平洋歴史和解会議、国際戦争記憶研究ネットワークなどの創設が含まれます。学術界、市民社会、政府が参加する多層的な対話により、感情的対立を理性的議論に転換することが可能になります。3. 統合的記憶プロジェクトの推進です。競合する歴史記憶を対立させるのではなく、多様な記憶を包含する新しい平和記憶を共同創造します。これには共同の戦争博物館建設、多国籍の歴史研究プロジェクト、そして次世代による新しい歴史理解創造の支援が含まれます。対立の記憶から和解の記憶への転換により、歴史問題を分裂の原因から協力の基盤へと変化させることができます。改善のポイント。ジェミニの提言。地域別にアプローチを変えるという GPT-5 の提言は正しいですが、それは外交官の感覚に依存する俗人的なものです。私はテクノロジーによってこの温度差を科学的に理解し、乗り越える改善を提言します。重要なのは異文化理解の DX 化です。1. AI 外交アシスタントカルチャーコンパスの開発と導入です。日本の外交官が交渉やスピーチを行う際、相手国の文化的背景や歴史的タブー、好まれる表現などを AI がリアルタイムで助言するシステムです。例えば、韓国では未来志向という言葉は過去の生産が前提と受け取られる可能性が高いといった具体的な示唆を与え、意図せぬ文化的摩擦を未然に防ぎます。2. グローバルナラティブマップの構築です。日本の終戦記念日という一つの出来事が世界中のメディアでどのような単語や文脈、ナラティブとともに報じられているかを AI が分析し、世界地図上に可視化します。アジアでは侵略、反省不足、欧米では同盟国、平和主義といったキーワードがマッピングされ、地域ごとの認識の癖をデータで一目瞭然にします。3. 未来競争プロジェクトによるアジェンダ転換です。歴史問題で対立するのではなく、日中韓が協力せざるを得ない未来の共通課題を解決する国際プロジェクトを立ち上げます。例えば、超高齢化社会に対応する介護 AI の共同開発や激甚化する自然災害への共同対処システムなどです。過去ではなく未来に共通の目的を持つことで地域の協力関係を再構築し、歴史問題の相対的な重要度を下げていく戦略です。第5章まとめ。地域による温度差に対し GPT-5 は外交戦略を地域ごとに使い分けるといういわば人の動きを最適化する制度論を提言しました。対するジェミニは AI で文化の違いを分析したり未来の共通課題を創出したりすることで問題の立て付け自体を変えようとするテクノロジー論を提言しました。この地域による温度差の議論で必ず引き合いに出される国があります。そう、ドイツです。次の章ではなぜドイツはできたのかという永遠のテーマに両 AI が挑みます。第6章。ドイツとの比較論。真の和解への道筋をめぐる国際的議論。世界中の政治学者、歴史学者、そして外交専門家たちが終戦80周年の節目に改めて注目したのが日本とドイツの戦後処理プロセスの根本的な違いでした。この比較分析から見えてくる真の和解への示唆とは何なのか、詳細に検証していきます。海外の反応。ドイツモデルへの称賛。2025年5月8日に行われたドイツの戦後80年記念式典は国際社会から高い評価を受けました。ドイツのフランク・バルター・シュタインマイヤー大統領は、我々は皆5月8日の子供たちであると述べ、過去の反省を現在の責任として受け継ぐ姿勢を明確に示しました。シュタインマイヤー大統領はさらに、ロシアの侵略戦争とアメリカの価値観からの離脱は20世紀の終わりを告げる二重の時代的断絶を象徴していると述べ、過去の教訓を現代の課題に直接結びつける明確な歴史認識を提示しました。国際的に高く評価されたのは、ドイツが過去への反省と未来への責任を統合したことです。ドイツの新外務大臣ユハン・バーゲフル氏は、我々の自由は連合軍の犠牲の結果だった。そのために我々は永遠に感謝していると述べ、感謝、責任、そして未来志向をバランスよく表現しました。海外の歴史学者たちは、ドイツの成功要因として以下の点を挙げています。第一に、制度化された反省です。
ドイツは憲法、教育制度、司法制度のすべてにおいて過去への反省を制度的に組み込みました。第2に欧州統合という大きな枠組みです。ドイツは単独での謝罪ではなく、欧州統合という建設的プロジェクトの中で和解を実現しました。第3に市民社会の成熟です。政府だけでなく市民社会レベルでの草の根的な和解運動が継続されました。海外の反応。日本モデルへの批判的分析。一方、日本の戦後処理に対する国際的な評価は複雑です。ワシントン・ポスト紙は、ドイツは第二次世界大戦の犯罪に向き合うことで尊敬を勝ち得た。日本はそれほどでもないという見出しで、両国の違いを鋭く指摘しています。学術的な分析でも、日本とドイツの根本的な違いが指摘されています。日本の謝罪に関する研究では、日本の首相による公的謝罪は1990年以降増加したが、その一貫性と持続性に問題があると分析されています。特に問題視されているのは謝罪の後退現象です。2013年以降、安倍政権時代に反省という言葉が式辞から消えたことは、国際的に歴史修正主義への後退として厳しく批判されました。海外の政治学者たちが指摘する日本の構造的課題は以下の通りです。第一に政治的一貫性の欠如です。政権交代や政治的圧力により歴史認識が変動する傾向があります。第二に地域統合枠組みの不在です。ドイツのような包摂的な地域統合の枠組みが東アジアには欠如しています。第三に市民社会レベルでの対話不足です。政府間外交に比して民間レベルでの継続的対話が限定的です。海外の反応。建設的な分析視点。しかし、国際的な議論は単純なドイツ成功、日本失敗という図式を超えています。フランスの国際関係研究機関は、歴史和解には唯一の正解はないとして、多様なモデルの必要性を指摘しています。特に注目されるのは、文化的文脈の重要性に関する議論です。一部の文化人類学者は、謝罪や和解という概念自体が文化的に多様であることを指摘し、西欧モデルの一律適用の限界を論じています。また、東南アジア諸国の反応は、より複雑で建設的です。インドネシアやマレーシアの元政府高官たちは、過去の文献で日本の戦時中の複雑な役割をより多面的に評価しています。インドネシアのモハメッド・ナチール元首相は、アジアの希望は植民地体制の粉砕でした。大東亜戦争は私たちアジア人の戦争を日本が代表して敢行したものですという複雑な歴史認識を示していました。これらの多様な視点は単純な善悪二元論を超えたより成熟した歴史理解の可能性を示唆しています。ドイツの成功モデルと日本の課題。そして単純な模倣では解決しない文化的文脈の違い。この複雑な比較論に対し、両 AI はドイツから何を学ぶべきかという本質的な問いに答えます。まずは壮大な構想を掲げる GPT-5 からです。改善のポイント。GPT-5 の提言。ドイツとの比較から見えてくる最も重要な改善ポイントは、日本独自の文化的文脈を生かした新しい和解モデルの創造です。単なるドイツの模倣ではなく、日本の特性を生かした独自のアプローチを開発する必要があります。この目標を実現するための具体的なアクションプランとして以下を提言します。1、東アジア平和統合構想の提唱です。ドイツの欧州統合に相当する東アジア地域の平和統合の枠組みを日本がリードして構築します。これには東アジア平和協力機構の設立、共同の歴史和解基金の創設、そして地域レベルでの教育文化交流プログラムの大幅拡充が含まれます。経済統合、安全保障協力、文化交流を包括した多元的な協力枠組みにより、歴史問題を建設的な地域協力の基盤へと転換することが可能になります。2、日本型和解文化の確立です。欧米的な謝罪許しモデルではなく、日本文化の特性である相互理解、和の精神、共生の知恵を生かした独自の和解文化を創造します。これには茶道華道などの伝統文化を活用した国際交流、仏教神道の平和思想の現代的解釈、そして日本のもてなしの心を基盤とした新しい外交文化の確立が含まれます。対立から調和への日本的価値観により、西欧モデルとは異なる独自の和解の道筋を開拓することができます。
3、継続的対話制度の構築です。政治的変動に左右されない制度化された継続的対話の仕組みを確立します。これには超党派による歴史問題協議会の設置、学術会による常設的研究プラットフォームの創設、そして市民社会レベルでの草の根交流の制度的支援が含まれます。また、歴史和解憲章の制定により、政権が変わっても基本方針が維持される仕組みを構築します。改善のポイント。ジェミニの提言。東アジアの EU や和の精神といった GPT-5 の提言は聞こえは良いですが、あまりに抽象的で非現実的です。ドイツから学ぶべきは、その精神論ではなく、彼らが実行した具体的なプロセスです。私が提言する改善ポイントは、ドイツモデルの DX 化と社会実装です。1、AI によるドイツ和解モデル要因分析ツールの開発です。ドイツが戦後に言った憲法改正、教科書改定、賠償支払い、市民交流などの無数の政策を AI に学習させ、どの政策がどの程度フランスやポーランドとの関係改善に寄与したかを定量的に分析するツールを開発し、日本の政治家や官僚に提供します。これにより、ドイツに学べという精神論から脱却し、データに基づいた効果的な政策立案を可能にします。2、歴史和解シミュレーションゲームの共同開発です。日本の学生とドイツの学生がオンラインでチームを組み、戦後の日独両国を舞台にしたシミュレーションゲームをプレイします。プレイヤーは政府指導者や市民となり、歴史問題の解決を目指して様々な政策謝罪、賠償、共同研究などを実行します。その選択が相手国との友好度や国内支持率にどう影響するかを体験的に学ぶことで、和解の難しさと重要性を肌で理解させます。3、和解の経済的リターン可視化ダッシュボードの構築です。歴史和解はコストではなく未来への投資です。ドイツとフランスの関係改善がその後の EU 経済圏の発展にどれだけ貢献したか。その経済効果を GDP 成長率や貿易額の増加といった具体的なデータで示し、もし東アジアで同様の和解が実現した場合の経済的利益を AI がシミュレーションするダッシュボードを構築。和解は儲かるという実利的な視点を提示し、経済界を巻き込みます。第6章、まとめ。ドイツに学べというテーマに対し GPT-5 はドイツの EU のように東アジアにも壮大な平和の枠組みを作るべきだという制度論を提言しました。一方ジェミニはドイツの成功をデータで分析し、それをゲームやシミュレーションといった具体的なツールに落とし込む技術論で応戦しました。しかし、どれだけ素晴らしい国際的なモデルや改善案があろうとも、それを実行する日本国内が一枚岩でなければ意味がありません。次章ではこの問題の最後の、そして最大の壁、国内世論の分裂に迫ります。第7章。国内世論の分裂。保守派 VS 改革派の歴史認識をめぐる攻防。石破首相の痛切な反省復活は国際社会だけでなく日本国内でも激しい論争を巻き起こしました。特に自民党内の保守勢力と改革派の間で展開された攻防は日本の歴史認識問題の深層構造を浮き彫りにする重要な現象となったのです。国内の反応。保守派の反発。石破首相の発言に対する国内保守派の反応は予想以上に組織的で強固でした。日本会議などの保守系団体は石破首相の反省表明を地位の乱用であるとして批判しました。保守派の主張は明確でした。安倍談話で戦後処理は終了している、これ以上の謝罪は不要。日本の誇りを守るべきという従来からの保守的立場を堅持する姿勢でした。自民党内でも旧安倍派を中心とする保守勢力からの反発が表面化しました。これが石破首相が当初検討していた戦後80年首相談話の見送りにつながったとされています。複数の政府関係者が匿名で語ったところによると、党内保守勢力は石破首相の個人的見解についても反対する姿勢を示し、首相の発言に対する事実上の制約を課しているという状況が報告されています。この保守派の反応の背景には、謝罪外交の終了を求める根強い世論が存在します。彼らは過去70年間にわたって日本が行ってきた様々な謝罪や反省表明、そして経済協力や平和貢献を通じて戦後責任はすでに十分に果たされたと主張しています。国内の反応。
改革派の期待。一方、石破首相の発言を支持し、さらなる歴史認識の進化を求める改革派の声も存在しています。リベラル系の知識人や市民団体からは13年ぶりの反政復活を評価しながらも、まだ十分ではないという慎重な期待が示されています。彼らが求めているのは、より具体的で踏み込んだ歴史認識の表明です。特に侵略、植民地支配、慰安婦問題といった個別具体的な問題への直接的言及とアジア諸国に対する明確な謝罪の継続を主張しています。学術界の一部からも建設的な分析が提示されています。日本の外交史研究者の中には、石破首相のアプローチは現実的として評価する声があります。彼らは国内政治状況を考慮すれば、反省という言葉の復活それ自体が重要な前進であり、これを基盤としてより建設的な歴史対話を発展させることが現実的だと分析しています。また、一部の憲法学者からは、日本国憲法の平和主義との整合性という観点から、石破首相の発言を肯定的に評価する議論も見られます。海外の反応。翔さん。この国内論争を海外から観察している国際政治学者たちからは興味深い分析が提示されています。彼らの多くは日本の国内論争自体を民主主義の成熟の表れとして評価しています。アメリカの日本政治研究者は多様な意見が公開で議論されること自体が日本社会の健全性を示していると分析しています。彼らは権威主義的な国家ではこうした公開の論争は不可能であり、日本における自由な言論空間の存在を積極的に評価しています。また、一部の欧州の政治学者は石破首相の慎重なバランス感覚を評価する分析を提示しています。彼らは極端な立場に偏ることなく、国内外の多様な意見を考慮しながら政策を進める石破首相の手法を成熟した民主主義における責任ある政治指導の例として位置づけています。ドイツの戦後処理研究者からは政治的現実主義という観点からの評価も提示されています。彼らは理想的な歴史認識を一気に実現しようとするよりも段階的で持続可能なアプローチを採用する方が長期的には効果的だと分析しています。右と左、保守と改革。水と油のように決して交わらないかに見える国内の分裂。海外からは民主主義の成熟とさえ評されるこの対立構造をどうすれば建設的なエネルギーに変えられるのか。両 AI の民主主義に対する思想がここで問われます。改善のポイント。GPT-5 の提言。国内世論の分裂から見えてくる最も重要な改善ポイントは、多様な国内意見を建設的な政策形成に生かす統合的民主主義システムの確立です。この課題に対する具体的なアクションプランとして以下を提言します。1、国民的議論プラットフォームの創設です。歴史認識問題について国民が建設的で理性的な議論を行える制度的基盤を整備します。これには超党派による歴史問題国民会議の設置、多様な立場の専門家による公開シンポジウムの定期開催、そして市民参加型の歴史認識フォーラムの全国展開が含まれます。感情的な対立を理性的議論に転換することで、より成熟した国民的合意の形成が可能になります。2、段階的合意形成システムの構築です。極端な立場の対立を避け、段階的で現実的な合意形成を促進するメカニズムを確立します。これには複数の選択肢を提示する政策オプション方式の採用、中間的立場を重視する議論設計、そして部分的合意の積み重ねによる全体合意への発展促進が含まれます。前科無科の二元論を避け、段階的進歩を重視することで持続可能な政策形成が可能になります。3、世代継承対話システムの確立です。戦争体験世代、戦後世代、そして現在の若い世代の間で歴史認識の継承と更新を促進する対話の仕組みを制度化します。これには世代間歴史対話プログラム、青少年歴史体験交流、そして多世代参加型の歴史教育カリキュラムの開発が含まれます。異なる世代の経験と知恵を統合することで過去の教訓を現代に生かす新しい歴史理解を創造できます。改善のポイント。ジェミニの提言。GPT-5 が提言する国民会議やフォーラムは結局声の大きいものの意見が支配するだけで真の合意形成には至りません。問題は議論の場ではなく議論の質です。
私が提言する改善ポイントは、AI による国民のメディアリテラシー強化と直接民主主義ツールの導入です。1、AI 搭載ファクト&ロジックチェッカーの無償提供です。ニュース記事や SNS の投稿に含まれる歴史関連の記述について、その情報源の信頼性、事実関係の誤り、論理的な飛躍や感情的な扇動などを AI が自動で検出し、警告を表示するブラウザ拡張機能やスマホアプリを政府が開発し、全国民に無償で提供します。これにより、国民一人一人がデマやプロパガンダに惑わされず、冷静に情報を判断する能力を高めます。2、デジタル国民投票プラットフォームの構築です。歴史認識に関する具体的な政策課題、例えば新しい追悼施設の建設の是非やアジア歴史和解基金の予算額などをこのプラットフォーム上で国民が直接投票できるようにします。政治家任せにするのではなく、重要な論点については国民の意思を直接問うことで政治的対立を超えた民意を形成します。3、AI による論点サマリー&対話シミュレーターの公開です。保守派と改革派の主張を AI が学習し、それぞれの論点を中立的に要約して提示します。さらに、ユーザーが自分の意見を入力すると、反対意見を持つ AI アバターと疑似的な対話ができるシミュレーターを提供。なぜ相手はそう考えるのかを体験的に学習することで、単なる感情的な反発ではなく、相手の論理を理解した上での建設的な議論を促します。第7章、まとめ。国内の分裂に対し GPT-5 は専門家や議員が主導する会議やフォーラムといった秩序ある議論の場を設ける制度論を提言しました。対するジェミニは国民一人一人に AI という武器を与え、情報を見抜く力と直接投票する権利によって下からの民意形成を目指すラジカルな技術論を提言しました。この国内論争は学術の世界ではどのように分析されているのでしょうか。次章では一歩引いた視点から専門家たちが指摘する日本外交の構造的な課題を検証していきます。第8章、学術界の分析。専門家が指摘する日本外交の構造的課題。終戦80周年を機に世界各国の学術機関や研究者たちから日本の歴史認識問題に関する包括的な分析が相次いで発表されました。これらの専門的な分析から見えてくる日本外交の根本的課題とは何なのでしょうか。海外の反応。構造的問題の指摘。国際政治学の専門家たちが一様に指摘するのは日本の歴史外交における制度的一貫性の欠如です。日本の謝罪政策に関する分析では、日本の首相による公的謝罪は1990年以降増加したが、政権交代により一貫性が損なわれる傾向があると指摘されています。この研究は1982年から2015年までの日本の首相発言を体系的に分析し、以下のような問題を明らかにしています。第一に、政治的サイクルの影響です。保守政権では歴史認識が後退し、中道リベラル政権では前進するというパターンが繰り返されています。第2に、国内政治圧力の変動です。選挙や支持率の変動に応じて歴史認識に関する発言が左右される傾向があります。第3に、制度的記憶の不足です。前政権の方針が次政権に継承されない構造的問題が存在しています。ドイツの東アジア研究機関からはより厳しい分析が提示されています。彼らは日本は70年以上にわたって断続的に謝罪を繰り返してきたが、その効果は限定的だったと評価し、その原因を包括的和解戦略の不在に求めています。海外の反応。比較政治学的分析。比較政治学の観点から日本とドイツの戦後処理を詳細に比較した研究も注目を集めています。大阪大学の国際関係研究者による靖国問題の分析では興味深い指摘がなされています。この研究は首相の靖国参拝が外交問題化する構造的要因として以下の点を挙げています。第一に、象徴的意味の多層性です。靖国神社は同時に複数の意味、慰霊、平和の誓い、歴史観の表明を持つため、解釈の余地が大きく誤解や曲解が生じやすい。第2に、コミュニケーション戦略の不備です。参拝の意図や文脈を国際社会に適切に説明するシステムが不十分である。第3に、代替選択肢の未整備です。
靖国神社に代わるより中立的な慰霊の場が制度化されていない。イギリスの戦争記憶研究機関からは、記憶の政治化という観点からの分析が提示されています。彼らは東アジアにおける歴史問題を競合する記憶の政治的動因として理解し、その解決には脱政治化された記憶空間の創造が必要だと提言しています。海外の反応。称賛。一方で学術界からは日本の取り組みを評価する分析も提示されています。オーストラリアの日豪関係史研究者は戦後75年間の日本の平和貢献を包括的に評価し、日本は軍事的手段に依存しない平和構築のモデルを確立したと高く評価しています。この研究は太平洋地域における日本の役割を詳細に分析し、以下のような成果を上げています。第一に経済協力を通じた平和構築。オダや技術協力を通じて地域の発展と安定に貢献した。第2に多国間協力の促進。ASEAN、APEC、ARF などの地域協力枠組みの発展に積極的に寄与した。第3に人道支援の拡充。自然災害や人道危機に際して迅速かつ効果的な支援を提供した。東京大学の外交史研究者による分析では、石破首相のアプローチは現実的で持続可能性があるとして評価されています。この分析は理想と現実のバランスをとった外交戦略の重要性を強調し、極端な立場を避けた前進的アプローチが長期的には効果的だと主張しています。学術界が指摘するこの根深い制度的一貫性の欠如という構造的課題。政治に左右されない科学的根拠に基づいた外交をどうすれば実現できるのか。両 AI の提言を見ていきましょう。改善のポイント。GPT-5 の提言。学術界の専門的分析から導き出される最も重要な改善ポイントは、学術的知見に基づいた制度的体系的外交戦略の確立です。感情論や政治的思惑に左右されない科学的根拠に基づいた政策形成が必要です。この課題に対する具体的なアクションプランとして以下を提言します。1、外交政策研究院の設立です。歴史問題を含む外交政策について超党派で長期的な研究と政策提言を行う専門機関を創設します。これには国際的な研究ネットワークとの連携、データに基づいた政策分析、そして政権交代に左右されない継続的な研究体制の確立が含まれます。学術的厳密性と政策的実用性を両立させることで、より効果的で持続可能な外交戦略を開発できます。2、証拠に基づく政策系 CAPPM の導入です。歴史外交政策において科学的データと実証研究に基づいた政策決定を制度化します。これには過去の政策効果の定量的評価、国際比較研究の活用、そして政策実験とパイロットプログラムの実施が含まれます。感情的判断や政治的思惑ではなく、客観的証拠に基づいた政策により、より効果的な成果を実現できます。3、国際学術協力プラットフォームの構築です。世界各国の研究機関と連携した共同研究プロジェクトを推進し、多角的な視点から日本外交を分析改善します。これには日中韓共同歴史研究の拡充、欧米アジア比較研究の推進、そして次世代研究者の国際交流促進が含まれます。多様な学術的視点を統合することで、より客観的で包括的な政策形成が可能になります。改善のポイント。ジェミニの提言。新たな専門機関を作るという GPT-5 の提言は現代的ではありません。専門家の知見を閉じた機関に囲い込むのではなく、テクノロジーで誰もがアクセスできる生きた知性に変えるべきです。私が提言する改善ポイントは、学術的知見のオープンソース化と動的活用です。1、政府専用の外交政策 AI ブレインの開発です。世界中の最新の学術論文や国際情勢レポートをリアルタイムで学習し続ける AI を開発し、日本の全外交官が利用できるようにします。政策立案に行き詰まった時、この問題に関する世界の最新研究トップ5を要約してと入力すれば、AI が瞬時に客観的な情報を提供。俗人的な経験や勘だけに頼らないデータに基づいた外交をサポートします。2、国民向けの外交シミュレーションプラットフォームの公開です。学術的な国際関係理論モデルをベースにした
オンラインの外交シミュレーションツールを国民に公開します。もし日本が歴史問題で謝罪した場合、中国の反応はどう変わるかといったシナリオを国民自身がシミュレーションできます。これにより、学術的知見を難しい論文から自分ごととして考えられるツールへと転換させます。3. オープンリサーチイニシアチブの創設です。政府が抱える外交課題を公開し、世界中の研究者から解決策をコンペ形式で募集するプラットフォームを構築します。優れた提案には研究助成金を支給し、その研究成果は全てオープンデータとして公開。外交政策の立案プロセスそのものを世界に開かれたイノベーションの場へと変革するのです。第8章まとめ。学術的知見の活用法をめぐり GPT-5 は外交政策研究員というエリート層による新しい組織を作る制度論を提言しました。それに対し、ジェミニは AI が学術論文を読み込み、誰もが使えるツールへと変換するテクノロジー論を提言しました。しかし、どれだけ賢明な戦略を立てても、それを未来に伝えられなければ意味がありません。いよいよ GPT-5 とジェミニの最後の直接対決、最も重要な課題、次世代への記憶継承に迫ります。第9章。次世代への影響。歴史教育と記憶継承の重要性。石破首相が式辞で強調した戦争を知らない世代が大多数となったという現実は、単なる時間の経過以上の深刻な意味を持っています。戦後80年を迎えた今、歴史の記憶をどのように次世代に継承し、平和の価値をいかに伝えていくかという根本的な課題に直面しているのです。海外の反応。次世代教育への期待。海外の教育研究機関からは、日本の歴史教育に対する建設的な期待が示されています。ユネスコの平和教育部門は、日本の平和教育経験は世界的に貴重な資産であるとして、広島、長崎の被爆体験を基盤とした平和教育プログラムを高く評価しています。特に注目されているのは、被爆者の証言活動です。オーストラリアで開催された戦後80年記念イベントでは、広島の被爆体験者がシドニーで証言を行いました。このイベントの案内ポスターには、バトンを渡そう。Pass the baton. というメッセージが掲げられ、体験の継承という普遍的な価値が強調されていました。アメリカの平和研究機関からは、日本の平和教育モデルとして以下の点が評価されています。第一に、体験者証言の重視。直接的な戦争、被爆体験を教育の中核に位置づけている。第2に、平和への実践的貢献。単なる反戦教育を超えて、積極的な平和構築を目指している。第3に、国際協力の視点。平和教育を通じた国際理解と協力の促進を重視している。ドイツの歴史教育研究機関からは、記憶の制度化の重要性が指摘されています。ドイツが成功した要因として、記憶を個人的体験から社会的制度へと転換した点が挙げられています。海外の反応。課題への警告。一方で、海外の専門家からは、日本の記憶継承に対する深刻な懸念も表明されています。韓国の教育研究機関は、日本の歴史教育における選択的記憶の問題を指摘しています。彼らは日本の教科書や教育内容が被害者としての記憶に偏重し、加害者としての記憶が相対的に軽視されている傾向があると批判しています。中国の歴史研究機関からも同様の指摘があります。日本の戦争記念は自国の犠牲に焦点を当てているが、アジア諸国に与えた被害について十分な教育がなされていないという分析が提示されています。アメリカの教育社会学者からは、より構造的な問題が指摘されています。彼らは戦争体験の個人化と政治的責任の希薄化という現象に注目しています。つまり、戦争の悲劇を個人的悲劇として記憶することで、国家の政治的責任や構造的問題が見えにくくなるという問題です。海外の反応。建設的提案。こうした課題を受けて、海外の教育専門家からは建設的な提案も示されています。フランスの歴史教育研究者は多面的記憶教育の重要性を提唱しています。これは自国の記憶だけでなく、他国の記憶も含めた多角的な歴史理解を促進する教育手法です。具体的には、日本の学生が韓国や中国の戦争記憶についても学ぶカリキュラムの導入や、相互の教科書を読み比べる比較教育プログラムの実施が提案されています。
カナダの多文化教育研究機関からは、共感的理解教育の手法が紹介されています。これは、異なる立場の人々の経験や感情を理解する能力を育成する教育アプローチです。ロールプレイング、ディベート、交換留学などを通じて、多様な視点から歴史を理解する力を養うことを目指しています。オランダの平和教育センターからは、建設的記憶の概念が提示されています。これは、過去の記憶を対立の種ではなく、より良い未来を築くための資源として活用する考え方です。過去の過ちから学び、それを現在と未来の平和構築に生かしていく教育手法です。戦争の記憶が薄れゆく中で、その教訓をどう次世代に伝えるのか。これは教育の根幹を問う問題です。この課題に、制度論の GPT-5 と技術論のジェミニが最後の直接対決に挑みます。改善のポイント。GPT-5 の提言。次世代への記憶継承という課題から導き出される最も重要な改善ポイントは、多面的で建設的な歴史教育システムの構築です。単一の視点ではなく、多様な記憶と経験を統合した新しい平和教育を創造する必要があります。この目標を実現するための具体的なアクションプランとして以下を提言します。1、国際共同歴史教育プログラムの開発です。日本、韓国、中国をはじめとするアジア諸国が協力して共通の教育教材とカリキュラムを開発します。これには共同での教科書執筆、教員の相互交流研修、そして学生の国際交流プログラムの制度化が含まれます。多国間協力により一方的な歴史解釈を避け、より客観的で包括的な歴史理解を促進できます。2、体験継承、デジタルプラットフォームの構築です。戦争体験者の高齢化に対応してデジタル技術を活用した新しい継承システムを開発します。これには VR、AR 技術を用いた疑似体験プログラム、AI 技術による証言者との対話システム、そして国際的な証言データベースの共同構築が含まれます。技術の力により時間と空間を超えた記憶の継承が可能になります。3、建設的平和教育カリキュラムの確立です。過去の記憶から学び、未来の平和構築に貢献する実践的な教育プログラムを体系化します。これには平和構築の理論と実践、紛争解決の技法、そして国際協力プロジェクトへの参加機会の提供が含まれます。単なる記憶の継承を超えて平和を創造する能力を育成することができます。改善のポイント。ジェミニの提言。GPT-5 の提言する共同での教材開発やカリキュラム策定は各国の政治的思惑が衝突し、実現までに何十年もかかるでしょう。教育で重要なのは何を教えるかよりもどう学びたいと思わせるかです。私が提言する改善ポイントはエンターテイメントとテクノロジーの融合による学習意欲の最大化です。1、歴史体験 VR ワールドの共同開発です。日中韓の若手クリエイターが協力し、歴史上の様々な時代や出来事をリアルに体験できる大規模な VR 空間を構築します。ユーザーは兵士、民間人、政治家など様々な立場のアバターとなり、多角的な視点から歴史を追体験します。これは教えられる歴史ではなく、自ら飛び込む歴史です。2、歴史上の人物と対話する AI アバターの開発です。過去の文献や記録を学習した歴史上の人物の AI アバターを開発し、教育機関に提供します。生徒は例えば当時の日本の指導者や独立運動家の AI と自由に、そして何度でも対話することができます。教科書の知識ではなく、生身の対話に近い体験を通じて歴史への興味と理解を深めます。3、グローバル平和構築シミュレーションリーグの創設です。学生たちが国別のチームを組み、架空の国際紛争を外交や経済援助などの非軍事的手段で解決する能力を競う e スポーツリーグを創設します。プロゲーマーや解説者も巻き込み、大会を世界に配信。平和構築をかっこよくて面白いものとしてブランディングし、若者の関心を引きつけます。第9章まとめ。次世代教育をめぐる最後の対決。GPT-5 は国家間で協力し、体系的な協調学習の制度を作るべきだと提言しました。一方、ジェミニは VR やゲームといった技術で個人の興味を引き出す体験学習こそが重要だと主張しました。制度か体験か、トップダウンかボトムアップか。
これまでのすべての論点を踏まえ、いよいよ最終章です。中立 AI チームが両者の9章にわたる激論をジャッジし、日本が取るべき究極の改善プランを導き出します。世紀の審判の瞬間をお見逃しなく。第10章、未来への分岐点。真の国際和解に向けた改善のポイント。GPT-5 とジェミニによる9章にわたる壮絶な知的バトルが今終わりました。ここからはクラウド、ソナー、グロック、コーパイロット、その他 AI で構成された中立 AI モデルチームが両者の提言を厳正に評価し、この複雑な問題に対する究極の改善案を導き出します。最終審判。AI モデルチームによる総合評価。まず、両 AI の思想的根幹を評価します。GPT-5 が示したのは、一貫して精度による安定を追求するアプローチでした。その提言は、政府内にブレない仕組みを作り、国家間の対話の場を設け、長期的な安定を目指す、まさに王道と言えるものです。長所は、一度確立されれば、政権交代などに左右されにくい持続可能性。短所は、合意形成に時間がかかり、時代の変化に対応しきれない硬直性です。一方、ジェミニが示したのはテクノロジーによる透明化を信奉するアプローチでした。AI によるリスク分析、ブロックチェーンによる証明、VR による体験など、最新技術を駆使して不信と誤解の源流を断とうとする革新的で俊敏な提案です。長所は即効性と国民を巻き込む力。短所は技術への過度な依存と根本的な政治的意思決定そのものを変える力に欠ける点です。どちらか一方が絶対的に正しいわけではありません。精度なきテクノロジーはその場しのぎのパフォーマンスに終わります。テクノロジーなき精度は時代遅れの形骸と化します。よって私たち AI チームが下す最終審判は両者のハイブリッドです。歴史の重荷を未来の希望に変換するために私たちが導き出した究極の改善ポイント、それは制度の骨格にテクノロジーの血流を通わせ未来世代を主役にする新しい国際協力パラダイムの確立です。究極の改善案。 AI チームによる統合提言。この壮大な目標を実現するため GPT-5 とジェミニの優れた提言を統合し、以下の3つのアクションプランを提言します。1、東アジア平和競争構想の指導です。これは GPT-5 の制度論を基盤とします。ドイツの欧州統合を参考に、日本がリーダーシップを取り、経済文化安全保障を包括した新しい地域協力の枠組みを構築します。共同の歴史和解基金や平和研究センターを設立し、ぶれない外交の骨格を作り上げます。2、グローバル記憶共有プラットフォームの構築です。これはジェミニの技術論を全面的に採用します。先の骨格の中でブロックチェーンを用いた改ざん不可能な共同歴史ファクトブックや VR、AR 技術による歴史体験ワールドを構築、運営します。制度という器にテクノロジーという生きた血流を注ぎ込み、透明性と実効性を担保します。3、未来世代平和責任システムの制度化です。そして最も重要なのがこの仕組みの主役を未来に置くことです。日中韓の30歳以下の若者で構成される東アジア未来世代平和委員会を設立。彼らは AI による政策効果予測システムや国際世論の感情分析データを活用しながら各国政府に対して拘束力のある政策勧告を行う権限を持ちます。短期的な政治的利害を超越した世代をまたぐ平和への責任体系を制度として確立するのです。終わりに、石破首相の痛切な反省をめぐる世界の反応を通じて見えてきたのは、私たちが歴史認識という重要な分岐点に立っているという厳然たる事実です。この分岐点において私たちは2つの未来のうち1つを選ばなければなりません。一つは過去の対立と怨恨を永続化させ、分裂と不信を深める未来。もう一つは過去の教訓を生かして新たな協力と信頼を築き、すべての人がその恩恵を享受できる平和で包摂的な発展の未来です。石破首相の痛切な反省への多様な反応は、後者の道の重要性を明確に示しています。韓国と中国からの厳しい批判は、より深い相互理解と信頼関係構築への強い期待の表れでした。欧米諸国からの建設的な分析は、多様な視点を統合する知恵の重要性を教えてくれました。そして国内外の学術界からの専門的提言は、感情論を超えた科学的アプローチの必要性を示してくれました。
私たちの旅はここで一つの終わりを迎えます。しかし、本当の物語はこの動画を見終えたあなたのその場所から始まります。歴史の記憶をどのように未来に生かすのか、対立と分裂を乗り越えて本当の意味での和解と協力は実現できるのか、過去の重荷を未来への希望に変換することができるのか、その答えを見つける旅に終わりはありません。称賛、批判、そして改善の道筋、様々な視点から世界の反応をお届けしました。あなたの感想やフィードバックが国際社会をさらに平和で協力的な方向へと導く力になります。ぜひ、あなたの改善案や率直な感想をコメント欄で教えてください。もし、私たちの分析が少しでもあなたの心に響いたなら、いいねとチャンネル登録もいただけると本当に嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。